皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、世界の安全保障関連のニュースからいくつか話題を取り上げていきます。まず最初に、アメリカによるウクライナに対する軍事支援。もしかしたらトランプ大統領が心変わりしているかもしれません。これまでトランプ大統領は就任して以来、バイデン政権で決まった軍事支援しか行ってきませんでした。自分自身の政権では予算を獲得せず、一方でロシアに対しては追加制裁もしないことによって、プーチン大統領と少しでも和平交渉を進めようとしていました。こうしたウクライナに対して支援せず、ロシアに対しても制裁をしないことによって、プーチン大統領にとっては非常に心地よい環境が生まれてしまいました。そのため和平交渉は一切進んでいません。さすがにトランプ大統領もこの手では全く事態が動かないことを悟ったかもしれません。つい先日トランプ大統領が米軍の在庫を使ってウクライナに対する軍事支援を行うかもしれないと報道されました。それに続いてウクライナに対する支援を一歩踏み込む可能性がある報道機関の動きから推測されています。トランプ大統領がウクライナに対する軍事支援一歩踏み込むのではないかと推測される動きがこちら。アメリカニューヨークポスト、ロシア軍に殺されたウクライナ幼児の写真を表紙に掲載。アメリカの共和党支持の論調で知られるニューヨークポスト紙が7月11日の一面にロシア軍による無人機攻撃により亡くなった1歳の幼児の写真を使用したニューヨークポストが X のアカウントに一面の画像を掲載。投稿には今日の一面はロシアの狙った攻撃の際に無人機で爆殺された屋外で遊んでいたウクライナの幼児だ。ロシアはヘルソン州を人間サファリパークに変えていると書かれている。日本と違ってアメリカにおいてはスポーツハンティングといったものがあります。これは人間による動物に対する狩猟をいわばスポーツとして楽しもうとしている文化があります。しかし、ここで述べられているのは、その狙っている相手が生きた人間であり、しかもそれが民間人であるという非難のメッセージです。従来ニューヨークポストはトランプ大統領の意見を支持し、ヨーロッパの安全保障はヨーロッパに任せておけばよい。ウクライナ支援はバイデン政権が行っていたがこれは誤りであるといったトランプ大統領の主張を支持してきました。ここに来てロシア軍の戦争犯罪を取り上げるようになったのは、トランプ大統領やその取り巻きがウクライナ支援するにあたっての世論の歓迎ムードを作るための下地作りかもしれません。なお、幼児が亡くなっているその写真については YouTube ではちょっと流すのをやめておきます。どのような写真が掲載されたか知りたい方は X のアカウントで検索をお願いします。続いては、ロシア軍の亀戦車の進化について取り上げておきます。現在戦場においては、戦車であろうと装甲車であろうと、上空から飛来する小型ドローンによる攻撃にさらされています。それは、ロシア軍、ウクライナ軍どちらもです。ロシア軍の方はこうした小型ドローンへの対策として、通信妨害するジャマーを装備し、それでも防げないとなると、防御力を増すために、板やトタン、金網など、様々な手を尽くして、戦車を覆い隠す方策を取りました。この見た目が亀のようであることから、タートルタンク、亀戦車といった呼ばれ方がしています。しかし、亀戦車は決して万能ではありません。隙間から入られれば攻撃は通ってしまうことから、当たりどころが悪ければ一撃で粉砕されてしまいます。こうした撃破される亀戦車の姿は映像でかなり多く残されています。ちなみにこちらは自走砲です。戦車や装甲車、自走砲、これら前線に出てくる軍用車両に関してなるべく覆いをして防御を固めようとした工夫が様々行われました。そうした亀戦車がもはや亀とは呼べない、もはやマンモスとも呼べるような非常に重厚な姿を見せるようになりました。こちらは破壊された戦車ですが、とにかく防御力を上げまくったこの戦車の破壊には小型ドローン60機が必要だったと言われています。というのも、この戦車の場合だと、まず対戦車地雷にやられないようにと、前方には除去ローラーが付けられています。その上で、周りを覆っているのは金属製のフレームと、その上に金属のワイヤーでハリネズミのようになっています。金属で作られたものですから、燃やして何とかするといったわけにはいきません。しかも、弱点となり得るような場所が一見するとほとんどないことから、
同じ箇所を何度も何度も攻撃して、穴が開いたところからさらに奥の戦車本体への攻撃をするといった手順が必要でした。これが建物であれば同じ場所に攻撃し続けるといったことも簡単ですが、戦車は動いているものですから同じところを攻撃し続けるといったことは非常に困難だったわけです。戦場においては小型ドローンによる攻撃が多くの車両を破壊しています。これにどのようにして防御を高めていくか、この知恵比べの様子についてもこれから経過観察が必要でしょう。なお、前線から距離が取れる多連装ロケット砲などの場合だと、こうした防護を固めていないこともよくあります。こちらはロシア軍の多連装ロケット。発見した後、ウクライナ軍ドローンが近づいていって何度となく攻撃を行い、車両を破壊することに成功しています。従来よりも飛行距離が伸び、そして破壊力も増しているのが現状です。そうした問題に対応するために行われているのが、道路については全てネットで覆う作戦です。いくら破壊力が高いとは言っても、網に絡まってしまえばそれまでです。非常に原始的なやり方ではあるものの、とにかく車両に近づかせないためには、このような手間暇をかけるのが結局のところ一番安全を確保することができます。ちなみに戦車をどのようにして守ればよいか、そのための器具や作り方、その技術などについては特許を取るといったこともあるようです。こちらの記事ではロシアがいかに貪欲かを表す内容となっています。ロシアはウクライナのフッド戦車装甲の方が優れていると認めるが、盗んで特許を取得。ロシアはウクライナの対ドローン戦車防御が自国のものより最大 1.5 倍効果的であると認め、その設計を模倣し、自国の発明として特許を取得することで応じた。こちらがウクライナ軍が使っている戦車の防護の様子です。全体のフレームとしては戦車の上部をすっぽりと覆うのですが、特徴としては折りたたみ式であることです。先ほどお見せしたロシア軍の亀戦車やもしくはマンモスのような姿については、明らかに街中での移動や基地で使うには非常に取り回しの効かないごつさになっています。それに比べれば必要な時にだけ防護ネットを広げる折りたたみ式であることは非常に使いやすさがあります。ウクライナ軍のこうしたやり方についてロシアが書類を揃えて特許にしてしまうというのは、この後中国にでも売りつけるつもりなのでしょうか。ちょっと意図がわかりません。このあたりロシアの意図がわかる方は動画のコメントに解説をよろしくお願いします。現在陸海空大小様々なドローンが戦場で戦っています。このためウクライナとロシアこの2カ国はどこの国よりも実戦経験が非常に豊富で、さらにはお互いに相手のドローンを無効化するための技術開発なども行われていることから、これに対抗する技術も発展。明らかに2つの国はドローン分野において抜きんでた国となっています。そうした先端技術を共有できる国はウクライナに対する軍事支援を行っている国に限定されています。ウクライナは複数の国との無人機共同生産を行っているゼレンスキー大統領が語っています。ゼレンスキー大統領はウクライナはイタリアとフランスとの間で無人機の共同生産に関する交渉を行っていると発言した。これは現在ウクライナにおいては戦場で得られた情報が非常に豊富にあるのとは引き換えに、工業生産という意味においてはロシア軍の攻撃が日常的に行われていることから、安定的な生産といったものはどうしても難しいものです。ですから友好国との間で協定などを結び、技術をある程度提供することを念頭に他の国との共同生産開発といったものを進めることを協議しています。これからの時代、ドローンによる戦いといったものが様々行われることは分かっているわけで、先端技術について学ぼうと思えば日本はもっとウクライナとの協力関係を深めるべきです。現在の経済支援だけでは軍事技術を提供してもらうことは不可能でしょう。では経済人道支援でもっとウクライナに強化される方法はないかといえばそうではありません。ウクライナの現場で求められているものの中に日本でも十分に応えられるものがいくつかあることが指摘されています。すでに行っているものでは地雷除去のための特殊機械や車両については支援を行っています。それだけではなく日本の建設機械、一般的な車両類などについてもウクライナは欲しており、人道支援や経済支援の強化をもっと高めることは可能です。特に現在前線においては塹壕を掘ることが日常化しており、小型大型の建設機材などについては非常に需要が豊富です。人間が一生懸命塹壕を掘るといったことは
その掘っているところ、それ自体が攻撃を受けたり、ドローンによる攻撃を受けて、次々兵士が亡くなってしまいます。いかにして速やかに塹壕を掘っていくか、そして破壊された橋の復旧など、小型大型の建設機材のできることはもっとたくさんあるはずです。戦いの現実を知らないままに、日本でドローンの最強部隊を作ろうみたいな話をしている人は、現実をもっと見るべきです。続いては、日本にもちょっと関係のあるクルド人組織 PKK 関連のニュース、ロイター通信より、クルド人組織 PKK が武装解除、トルコとの対立終結へ、イラクで式典。トルコの非合法組織クルド労働者党 PKK はイラク北部で式典を開き、PKK の幹部が武装解除の決定を宣言する声明を読み上げた。数十年にわたるトルコ政府との対立の終結に向け、象徴的かつ重要な一歩となった。トルコの高官は、今回の武装解除が和平プロセスにおける不可逆的な転換点になると述べた。式典では PKK メンバー約30人が武器を焼却。これをトルコとイラクの情報部門関係者、イラクのクルド人自治区当局者、トルコのクルド系野党、人民平等民主党 DEM の幹部らが見守った。PKK の指導者、アブドラ・オジャラン受刑者の呼びかけを受けて、5月に武装解除と解散が決定された。1984年に始まった反政府武装闘争以来、これまでに4万人以上が死亡、経済的負担ともなり、トルコや周辺地域に分断をもたらしてきた。トルコのエルドアン大統領は PKK の解散がトルコの安全保障と地域安定を強化すると期待すると述べた。なぜこれが日本にも関係するかについては解説しておきましょう。まず第一に、クルド人はトルコ、シリア、イラクといった複数国にわたっての地域に居住している人たちです。しかし、自分たちが主体となった国がないことから、一部地域においては武装闘争なども行ってきました。そうした国においては政府の弾圧を受けた人が難民として他の国へと逃れていくこともあります。そうやって問題になっているのが、自分は弾圧されたんだと訴える一部の人が日本で難民申請をしている問題です。この問題については以前の動画で解説しましたが、本当に弾圧されているクルド人ではなく、弾圧されていないにもかかわらず自分は弾圧されていると嘘をついて難民申請している人が多いといったことを解説しました。なぜならば現地を調査した入管や報道機関が日本にやってきている人たちは政府に弾圧されているクルド人とは全くの別グループであることがすでに調べているからです。しかも実際に難民として逃亡しているのはヨーロッパ各国です。スウェーデンやドイツなど受け入れてくれる国があったことからわざわざ遠い日本にやってくる人はいなかったと言われています。ですからこうした弾圧の原因となっていたとされるクルド人組織 PKK が武装解除し、トルコ政府と完全な和解を果たしているというニュースは、日本の偽装難民申請している人たちに対する申請原因がなくなっているという指摘へとつながる話なのです。一般的にはあまり取り上げられないニュースですが、こういった世界の情勢の動きについては、日本とも関わりがあることを忘れてはいけません。最後に紹介するのは台湾より、台湾はアメリカから M1 エイブラムス戦車を108両購入し、第一陣となる38両が昨年末に到着したばかり。今回の演習では、120ミリ砲から実弾を射出、19発すべてが目標に命中した。頼総統は、今回の成果は実践的な訓練の賜物であり、今後は無人機や革新的な戦術戦法と組み合わせ、台湾が掲げる防衛固守、多重抑止の戦略目標達成が可能になると信じていると語っている。戦車の演習風景だけではなく、その他様々な訓練も実施されたようです。川からの中国軍侵入を想定、障害物の設置訓練、爆薬を初めて使用といったニュースが流れています。その他、予備兵が臨戦訓練に参加。中国特殊工作員の襲撃に対処。中国の脅威が年々高まっていることは継続的に解説していますが、台湾においても防衛力を高めていくことは非常に重要な政策となっています。これまでの訓練では大体規模の予備兵が徴収されるわけだったが、今年度は旅団規模3000人を超える人数を動員し、訓練を行っているとのことです。トランプ大統領は友好国同盟国に対して自分の国は自分で守れるだけの予算をしっかりとつけるようにと要望を出しています。ヨーロッパ各国はすでに再軍備を宣言し、今度はアジア地域においてその要望が強くなっています。従来の台湾においては国内における親中派の人たちもいますから、十分に
中国に対する備えができていたとも実は言えないような状況です。ですから今後アメリカのトランプ政権による圧力に伴って防衛費を積み増していくといったことが政治的に図られていくことでしょう。トランプ大統領はそうした軍事予算が増えた時にはアメリカの兵器をどんどんと買えといったことも同時に売り込んでいます。台湾の場合であれば、ステルス戦闘機 F35 について売却してくれないといったことから、F16 の最新版についての取得を進めています。また戦車について言えば、今回映像にもあったようなエイブラムス戦車の購入を進めています。今後は旧式化している装備品などについて順次新しいものへと入れ替えていくといったことが行われるでしょう。こうした兵器の刷新は戦力の充実にもつながってくるわけで、中国がこれをどう評価するかは注目しておかなければなりません。予算がどんどんと増えていく中にあって中身が充実してくれば、中国としてもこれを気にして戦力が整う前に叩きたいと思うのか、それとも中国と台湾との比較において中国の軍拡の方がずっとスピードが速いのだから自分たちの用意が整うまでじっくりと戦力を拡張し続けようと考えるか、この判断の分かれ目といったものが台湾情勢にも大きく影響を与えることとなります。今の中国の軍事力から言うと台湾の防御力そのものよりもむしろその背後にいるアメリカの政治動向などについての警戒感の方がかなり強いと言われています。それだけにトランプ大統領が台湾に対してどう接してくるかは極東で戦争が起こるかどうかの重要な要素となっていきます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。